15、16年前からよく転ぶようになりまして、変だなと思っていて検査を受けました。脊髄性の変性症のうちの形成椎麻痺になるんではないだろうかと。ただやはりその当時の15年前でも一石病院という大きなところに行ってもあまり情報がお医者様の間になかったせいか、確定的な治療法ももちろんないし、説明もあまりうまく取れなかったわけなんです。で徐々に緩やかには麻痺は進むということで、日頃今もストレッチなどしながら、スポーツジムで一応筋力をなくさないようにはしておりますが、ここのところやはり杖をついての歩き方もだいぶおぼつかないようになってまいりまして、杖を使えたのは何年前ですか？杖を買ったそのものは10年ぐらいなんですけれども、時々出先で忘れるぐらい、まだその当時はそんなに頼らなくてもよかったんですけれども、今やもう一人でバスや電車に乗って移動するってことは不可能です。ただ、12、3年前に今日の日をこういう状態になると予測してましたので、普通車のAV の、オートマティックの形の車で OK で免許が取れたので、車の移動は普通に自分一人でもできます。でその車から降りたり少し歩くにはいいんですけど。杖を頻繁に使うようになったのは何年ぐらい前ですか？ここやっぱり7、8年ではないかなと記憶では。それで痛みがないので不幸中の幸いとは思うんですけれども、やはり長いところをこう無理して歩いたり、それからちょっと寝方のその癖かなんかで体のどこかに負担がかかってしまうと、やはり起きた時に歩きにくかったり、それからもともとX 脚、子供の頃から X 脚だったので、その本来この病気が必ずしも X 脚になる病気ではないらしいので、私のそのプラスアルファの部分で歩き方がまた内股で歩きづらくさせてしまっていて、右足と左足のその、足の甲の部分がちょっと変形してきたっていう、そういうこともだんだん出てきまして、いろんなことで自分なりのその解消法を難病の中でも何とか見つけようとは努力はしてるんですけれども、少しずつ麻痺が進んでるっていうことで、何か運動の中のポイントが少しでもアドバイスいただければと思ってまいります。 YouTube からかけられて、はい、そうです。もう今、どうしたいかですよね。どうなりたいわけ？はい、最初のお医者様の言葉が不勉強ですみませんって言われました。病名をご覧になった時に。でも私たちはそれでポンと投げ出されてそれで終わりだけれども、なんかどうにかならないかなと思った時に、やはりこちらのホームページを発見した時に、はい、どうもこの頃みんな私はこんな症状、私はこんなわけでこういうふうにしてどうも歩きづらいんですよねっていうのを同じスタートラインに立てば、そこからどう何かアドバイスとか読み取ったりしていけるかどうかってことを、もう同じスタートラインだなっていうことをその時に本当に感じたんですね、ホームページを読みながら。それでもう即手続きをしたわけですけれども、本当におっしゃる通り何の病気でも同じかもしれない。ある意味その不具合、不自由な部分をちょっと自由にちょっと工夫したら、右にはいけないけど左には2センチ伸びるかもしれないとか、そういうゆるゆるとしたところをやっぱりこう救い取れるような自分になりたいんですね。でかつてジムでお世話になった人がこんなこと言ったんです。病気って必ず隙があるよ、そこの隙をつくんだって言われたんですね。私はその言葉がずっとやっぱりこう頭の隅っこにあって、それこそその隙をつくっていうところがやはり何かちょっとした神経の読み取りとかそういうところに結びついていけば、本当にもうなんかただのイメージじゃなくて本当に物理的に体の中で働くんじゃないかな、それを思いましたので、今日何か掴んでいければと思います。ちょっと挑戦してみたいですね。ちょっと歩いてみますね。様子見たいですよね。足はそういうのは筋肉がないから。そうですね、もともと子供の時からもちろん発症はしてなかったんですけれども、それからこの病気の特徴は
固定姿勢を取った姿が一番歩きにくいんです。だから長いこと映画を見てみたり、ついついおしゃべりで鼻を咲かせて椅子にずっと座っていた後は歩きにくいです。で膝が擦れるようになってしまったんですね。だからおズボンが擦れちゃって内側が薄くなったりします。足がなかなか上げられないような状態になったので、靴のひげがもちろんズボンもあるのおかしいですけど、特に靴の選び方を慎重にしないと歩きにくいです。痛みがないだけいいと思います。右の下肢ですよ。右の下肢は左の脳の脈関係の障害です。これは実位で左 EX の5へでこれは筋肉系です。でC1 をA のYで右、これは今の右に左の下肢は神経系ですよ。で心臓系の脈関係の障害で実位で右 EX の声で右のC1 A の声じゃあ重ねますね。人は見えるんですか？はい、いいですよ。いいですけど、まんったんですね。はい、もう動物歩きみたいにこう地面をなりました。こういうふうに。はい。それでもう右足が先にここが外反母趾よりもずれた場所で高くなって。そうですね。今出したのは、今私が言ったのは右側は筋肉系というふうに出たんですよ。はい、で筋肉系ということで、その原因が左側の脳の、脈関係の障害と、ホームページなんかでもし見られていればそういう言葉があちこち出てきますから、参考にしてほしいんですけれども、例えば、左足をこの状態で上にこう上げてくれます？はい、じゃあ下ろします。今度は右を上げて、この状態ですね。で下ろして、で今度は左手で左の頭を触ってみます。もうちょっと後ろ。はい。で手を離して、はい。それで足上げます。はい。下ろして、今度手を下ろして、でまた上げます。今回どうですか？他に触って。どっちが軽いですか？ちょっとなんか今頭を触った方が軽いと、はい、それが正しい脳からの反応ですよっていうのがあって、でそれが今筋肉系の問題で今右側が問題と出てて、それは左の脳の脈関係の障害だと手伝ってその、調整をやりますよということでやる前に今説明したわけですけど、理解できなくても、一応そういうふうにやるわけですけども、理解しようと思えば一回ちょっと資料もありますから、はい、本も、YouTube も見てもらえばいいですけども、それは右 EX 超え、いや、左 EX 超え、左 EX 超え、
で、ここですけど、それはまっすぐ立って左に傾けて5度前に傾けた時に状態が良くなるっていうふうになってるんですよ。でこれを冷たいですよね。ここをしっかり持って、最初は皮膚が動きますから、皮膚をやるんではなくて骨ですから、しっかり中を持って、足このままですよ。この状態で左5度前っていうのを今やりました。でこれで、じゃあもう一度右足を上げてくれます？これは、さっきとの比較、今2つやってどっちかの比較ということじゃなくて、今のこの状態は、最初の状態との比較になるんですけども、記憶あるでしょうか？最初の状態と今の状態と。もう一回やってみていいですか？軽いかもしれない。そういう感じですね。でこれが右で筋肉系で、こちらは筋肉系じゃなくて神経系なんですよ。で今度は、ちょっと足を今度は伸ばす方向に横してます。はい。でそれを縮めます。やっぱりこれが結構きついんですね。もう一回ですよ。もう一回前に動かします。はい。で下ろして、この状態が今度は左手で左胸、はい。でもう一回やります。でもう一回戻して、触った時と触らない時とでそれがどう違うかというのを知りたいわけですけど、触らないでやった時の感じ、次は触って、違いありますか？こっちの方がやりやすい。動きいいですよね。はい、これは心臓の脈関係の障害というんですけど、心臓の脈関係の障害があることで左足の神経系のトラブルが起こってるんだなということで今探したわけですけど、その場合の治療法として、それは治療というよりも、16バランス軸は右 EX 超え、右前5度の方向に体を傾けると心臓の脈関係の障害というんですけども、それは正常になりますよということを脳が教えてくれたわけですけども、で、左 EX の超え、EX の超え、はい。でこの状態そのままで足も曲げて伸ばして違いがあるかどうか。軽いです。軽いですか？それがじゃあいいですよ。触ります。見つけたのその2つだけ。脳神経系。じゃあ触ります。それ最初の状態で歩いた方がいいですから、靴下履かしてみますね。それでさっきと同じように一回歩いてみますね。違いがあるかどうかですけどね。可能性を探りたいわけですから、はい。変血朝の塊系がなくなった気がします。ヨレヨレっていうそのことじゃなくて、突っ張り感がないです。ちょっと違うわけですね。はい。はい。じゃあいいですよ。戻ります。はい。これが体の軸ですよ。今この状態で体の軸をあるのかないのかというように思うかもしれないけど、ちゃんとあるわけですよ。体の軸は、あって、その体の軸って脳になるわけですから、その軸がずれてたんですよ。でその軸を今正常にしたんですけども、それでコクタリよくします？そうでもない。コクタリコケタリはなるべくしないように歩くので、今のところはそんなにないですが、はい、ゆっくりだけでも一応ちゃんと歩けると。はい。今度はその神経系なんですけども、これは右ケース1番、右も左も A5I、はい、かますこれは、首にそのポイントがあるんですよ。骨じゃなくてそういうポイントがあるんで、そこちょっと刺激しますけども、 A5I、はい、この状態でじゃあまた歩いてくれますね。
あまり変わらなかった。あまり変わらないのか。これは、最初と比べたらどうですか？最初と比べたら先ほどちょっとびっくりしたくらい突っ張りがなくなった感じが一番大きいです、私数字が好きなんですけど、最初と比べて何割ぐらい良くなったというか改善したという感じでした？やっぱり1割1割くらい。まずは1割からですね。そのガチガチなぐらいに特に固定姿勢した姿なんかは本当のここら辺まではもっとガチガチなんですけども、さっきは割と軽くなったような、その突っ張り感が抜けたのにはちょっと驚きました。はい、ありがとうございます。奥さんの場合は先ほど何年前って言いました？15年。それがスイッチ入ったのは25年前ですよ。25年前にはありましたが、26年前はないですよ。26年って言いましたね、さっきね。自分で今ゆっくり言ったから26年下がったらしっかり26年前というといくつかというと37になった時にパッと立ち上がって歩くぐらい。じゃあ起き上がって切っちゃダメですよ、ずっと。はい、歩いて頭切っちゃダメですよ、ずっと同じ。今いくつだっけ？25ですよ。2つとも25なんですね。お偶然25ですよ。で、じゃあ戻ります。変化あるんですか？さっきからずっと座ってた割には立った時のパワーがありますので。ああ、そういうことですね。どういうことですね。スピード感は同じなんですけど、足の重さが違います。じゃあもう今日から25ですよね。25になって困る人誰もいないですから、もう考えるでしょ。嫁が困ります。嫁さんが困る。嫁さんよりやばくなっちゃう。嫁さんには内緒で。